どうも、PDR さんです。おすすめにヒカキンの2万円クレーンゲーム100回やったら奇跡起きた。ふふ。100円玉200枚の動画で知ったんですけど、いろんなYouTuber がこのモーリーファンタジーとモーリーオンラインを動画で宣伝してるんですけど、これどっちも詐欺ではないけど、子供に宣伝するのはなんかモラル的にちょっとって感じなので、今日はそのモーリーファンタジーとモーリーオンラインについてちょっと詳しく見ていきたいと思います。モーリーファンタジーとは12歳以下の子供とそのファミリーを対象にし、大型ショッピングセンター内に出店するファミリーアミューズメント施設。で、2017年からいろんな YouTuber とタイアップしてるんですけど、この記事によりますと、キッズ YouTuber、ゲーセンを動かす。イオンファンタジー、利益6割増しの理由。直近決算は営業利益が約6割増しと絶好調。成長の原動となっているのが2017年から力を入れている YouTube を使った反則だ。放送時間や期間が限定されてしまうテレビ広告と違い、長期間にわたって YouTube 上でプロモーション動画を流すことができる。なんか遠回しにテレビはいろいろルールがあってめんどくさいけど YouTube は無法地帯だから楽って言ってるように聞こえます。12歳以下の子供とその家族、中高生に向けて低コストで効果的なプロモーションができる。子供が見るかもわからないテレビ広告に1億円を使うより、その辺の YouTuber に何百万円投げつけて子供を洗脳する手法ですね。賢いね。なんでもないです。さらに YouTuber とのコラボ景品もあります。ミスターマリボンド、フィッシャーズ、東海オンエア、ヒカキンなどなどあります。徹夜の人形ちょっと欲しい。ごめんなさい。で、このモーリーファンタジーは本当いろんなYouTuber とタイアップしてるんですけど、ネットでの評判はあまりよろしくないみたいです。知ってます？ここのゲームセンター、他のゲームセンターに比べて設定とかひどくない？詐欺もいいとこ。取れるのが奇跡なんだけど。モーリーファンタジーは本当にひどい。モーリーファンタジーはクソ。こっちも市内の唯一のゲームセンターだよ。広場で遊んでたまにクレーンゲームやるけど100円入れたことを悔やむもん。ヒカキンが出した動画の唯一いいところは、そのクレーンゲームがすごい難しいというのを見せてるとこですね。ヒカキンは2万円を使って景品が4つしか取れませんでした。やば。でも、すごい難しいんだよっていうのを見せても、子供はやりたがるんですよ。ヒカキンの83の可愛いのがあって、子供がお年玉で1500円も使っちゃいました。なのに取れなくてすごい泣いてました。全然アームが弱いし、動かなかったです。弟がどうしても欲しいと言ってゲーセンに行きましたが、1プレイ200円なのにアームが緩くて、それはひどかったです。子供相手にこの価格と難易度は、粘っても取れなかった弟がとてもかわいそうでした。その一方でこういう人もいました。私も東海オンエアの時に店舗で6000円ぐらい入れてやっと取れたかな。その後別店舗で別の設定？取り方？でコツ掴んで500円で1つ取れるくらいになり、大量に取ってったけども、2店舗とも対応はゴミ。あと、子供、あれは取れないと思う。そしてこういったコメントもありました。モーリーはキッズ向けセンターだから親うるさいけど、ゲーセンなんて対等でもセガでもその時期一番新しい人気の景品なんて設定ゴリゴリに厳しくしてるよ。実際どうなんでしょうね。ということで、モーリーファンタジーに行きましょう。行くの？ちなみに PDR さんのクレーンゲームスキルは多分小学生並みなんでちょうどいいと思います。お金を無駄にするの楽しみです。会いたかった。3プレイ500円高くね？ちっちゃいのに高いっしょそれは。さあでもそんなに弱くない。
そんなに弱くない。ダメだ。元に戻った。あ、本当だ。取れそうで取れない。開きすぎちゃうね。あ、でもアームそんな弱くおえCome on! ムカつくなこれ。あ、最後の1回で取ったじゃん。いくらだ。2000円使って1個取れた。これは弱いでしょう。あ、めっちゃ揺れすぎじゃないねえ。揺れすぎ。超弱え。まあこういうのは大体弱いもんね。何回かやらないと強い。これ無理。だんだん奥に行って。これも取れ。そっちじゃ無理でしょ。無理でしょもう。あ、戻った戻った。これも絶対取れないでしょ。これ緩すぎだ。はい、ということで5000円使って1個取れました。はい、行ってきた感想はやっぱりすごい小さい子供向けですね。景品が、YouTuber 以外にアンパンマンとかセサミストリートみたいなのがいっぱいありましたね。でも子供向けにしてはちょっと高いかなって思いました。このでっかいヒカキンヘッドが1回200円はわかります。でもこの小さい8ヒカキンが1回200円ってちょっと高いと思いました。難しさの設定は結構難しかったけど、ヒカキンが宣伝した通りになりましたね。どういうこと？ヒカキンは2万円で4つ取れました。で、PDR さんは5000円近く取って1個取りました。だから確率的にヒカキンの動画通りになりましたね。確かに
PDR さんのコレクションにあるこのサラリーマンフリーザーと家事をしているベジータはどっちも出たばっかの時にやって、2つ合わせても4000円は使ってないと思いますね。だからそう考えると、モーリーは結構厳しいと思うんですけど、他のゲーセンでモーリー並みに設定が厳しいとこもやったことあるんで、モーリーが他のゲーセンと比べてすごい厳しいっていうことはちょっと断定できないですね。じゃあ相棒は何のために5000円を無駄にしたの？わかんない。モーリーオンラインはクレーンゲームアプリです。クレーンゲームアプリ？アプリをダウンロードします。そしてポイントを買います。欲しい景品を見つけて、ポイントを使ってクレーンを遠隔操作して、その景品が取れたら情報を入力すれば会社が景品を家に送ってくれます。すげえな。これがなんで問題なのかを説明する前にちょっとゲームの仕組みをお見せします。このモーリーオンラインには2種類のゲームがあります。まずはこのように普通に拾うタイプのゲームと、こちらのピンポン玉を特定の穴に入れるタイプのゲーム。普通のゲームタイプはやってみてちょっと取れる気配がしなかったですね。で、こう横に移動するときは真正面なんですけど、すごいいいのが奥に行くときに視点が変わるんですよ。まあいいのはそれぐらいなんですけど。続いてピンポン玉のゲーム。これはスキルもクソもないですね。完全に運ゲーです。しかも YouTuber の景品は全部このピンポン玉ゲームでしか手に入りません。これを見てください。玉を入れなきゃいけない穴とクレーンが玉を落とす位置、奇跡が起きない限り入らないですね。このポッキーのマスクに700円使いましたけど、取れそうになかったのでやめました。うわー。で、いろんな景品を見てるうちに、この誰かがすげえ頑張ったヒカキンストラップを見つけました。あんなに落としても入らないって逆にすごくね？頑張って700円をつぎ込んだら取れました。発送は3日から3週間かかります。PDR さんが個人的になんでこれが問題だと思うのは、これってギャンブルじゃないですか。ポイントを買って、そのポイントでゲームをして、買って景品をもらう。パチンコと一緒じゃないですか。確かに。しかもこれを宣伝してるのは子供視聴者が多いYouTuber、ヒカキン、サトチン、オルタナチャンネル、ポッキー、グッチ、東海オンエア、パパオチャンネル、フィッシャーズが宣伝してました。さらに、子供チャンネルもやってました。リクチャンネル、ガッチャンネル。子供が子供にギャンブルを宣伝するって。でも、これってゲーセンに行くのと同じじゃない？ゲーセンも一種のギャンブルだけど、子供ってゲーセンに行くとき、使えるお金って結構限られてるじゃないですか。まあなんか、すごいお金持ちのボンボンでめっちゃお小遣いもらってない限り。でもこのゲームだと、540円、1080円、2160円、3240円、5400円、10800円とか課金できます。で、お支払い方法は、クレジット、コンビニ、携帯料金に合算。親が子供がスマホで何やってるのかちゃんと管理してれば大丈夫なんですけど、ちょっとルーズな親だったら、子供が親の目を盗んでクレジットカード勝手に使ったり、なんか通信料に合算して何万円も使ったりする可能性もあるじゃないですか。でもそんなこと言ったらほとんどのアプリ課金システムあるじゃん。でもそれらのアプリって課金しなくても遊べるじゃん。このアプリはお金を使わないと遊べないじゃないですか。はい、ちなみにちょっと言い忘れたんですけど、このアプリはアップストアによりますと4歳から使っていいらしいです。この話をツイッターでしたら、海外の視聴者さんにこれはジェイク・ポールとワイスカムの事件に似てると言われました。何それ？ジェイク・ポールとワイスカムは海外ですごい人気のあるクソ野郎 YouTuber です。で、彼らは自分たちのチャンネルで非常に怪しいサイトを宣伝してました。どんなの？お金を使って箱を開けるサイトです。箱？サイトに行って、このデジタルな箱を買って、開封すると、もしかしたらその箱の中に AirPod、iPhone、Supreme の服、高級マンションとかが入ってて、それがもらえる可能性があります。怪しさマックスだな。このサイトは確かもう詐欺だということが立証されたんで、その点モーリーオンラインとは違うんですけど、ただ、ジェイク・ポールとヒカキンはどっちもどっかの会社から大量にお金をもらって、影響を受けやすい自分の子供視聴者にギャンブルを宣伝した点は全く一緒です。YouTube Japan もダメだな、もう。
YouTube でタイアップ動画をやるのは全然いいと思うんですけど、そのタイアップ動画を YouTube でやるにあたってのルールってないんですよ。もうさっき言った通り無法地帯。だから、こういうのが出てきたりするんですよね。これは法に触れるかわかんないですけど、モラル的に非常にって感じですね。YouTube 様がもうちょっとなんかルールとか作ってくれればいいのに。正直ヒカキンはこういうのをもっと気をつけてる人だと思ってました。ね。ヒカキンが作った動画の最後に小さい子供に向けて、このアプリを使う前にお父さんやお母さんの許可をもらってから使ってね、みたいなことを言うのかと思ったら、今月末まで特別ヒカキンキャンペーン1000円使ったら3000ポイントもらえるみたいなこと言ってました。子供たちよ。親の金を使いまくって、ヒカキン8の限定食をゲットせよ。この YouTuber たちは、子供にギャンブルを宣伝して何百万円ももらって、そのお金でルイ・ヴィトンのリュックとか買ってます。クソですね。まあこれはあくまで PDR さんの個人的な意見なんで、ぜひぜひ皆さんの意見が聞きたいので、下にコメントを残してください。あと、モーリーファンタジーに行ったことあって、その体験談とか、モーリーオンラインを使った人の体験談とかもぜひぜひ聞きたいです。じゃあ。いや、なんかすごいちょっと真面目な動画になったので、今からちょっと PDR さんが無邪気にキッズコーナーで遊ぶ姿を見せたいと思います。その前に、これはニキビとか、カミソリで切ったんじゃなくて、シナモンに顔を噛まれました。顔食べやがってうまいもん。キャワ。になりました。発表するよ。いらないいらない。カプセルが出るよ。やったやった。ちっちゃ。嘘でしょ。あれ？あんなに頑張ったのに。アンパンマンやっぱ嫌いだわ。この動画が面白いと思ったらぜひ高評価お願いします。チャンネル登録もよろしくお願いします。よかったりベルボタン1回クリックしてビラズのとこはい。この動画ぜひぜひ拡散してほしいですね。ぜひ YouTube 様のとこに届いてほしいですね。こういう、ちょっと子供にギャンブルを宣伝するのをちょっと阻止したいですね。まあ、どうなることやら。はい、あと、前にも動画とか出してあるんで、まあ、チェックしてください。あと、これまだ売ってます。はい。